はい、皆さんこんにちは。エコトライブの鈴木です。で、今日のテーマはですね、やってみたから分かったアメリカでの起業の難しさというですね、テーマでやっていきたいと思っています。で、やっぱりですね、スピードや拡大を求めていくと、資金調達というのはですね、避けては通れない道なんですね。で、これは最初だけではなくって、成長している限りですね、ずーっと続いていくものですと。よし、借り入れをしようと思ってですね、銀行に行く決断をしたんですね。これね、完全に舐めてました。全く相手にしてくれない。彼ら曰く3年分のファイナンシャルレコード持ってこいって言うんですよ。ファイナンシャルレコードっていうのは、つまりその会社の財務諸表ですね、要はね。PL とか BS とかって言われるやつですね。そう。でそれ持ってこいって言うんですよ。で、僕まだその時起業して2年目だったんで、ね、3年分用意できないわけじゃないですか。で、だからそもそも話が進まないんですね。彼らはその3年分の財務諸表を見ないと話が進まないっていうから、1年分しか用意できなかったんで、それじゃ全く話にならないっていうことで話が進まなかったんですね。そうで、仕方なく諦めてですね、 Google 検索ですよ。Google 検索、困った時の Google 検索で、スタートアップでもですね、その借り入れできるところがないかなって調べたんですね。意外とね、これ出てきたんですよ。そう結構ね、お金貸しますよってところ出てきたんですね。で、僕の場合はその個人の信用があった、つまりどういうことかって、そのクレジットヒストリーってやつですね。これがあったので、それがたまたま良かったんで、簡単に審査は通ったんですね。そうで、彼らが言うですね、その表向きの金利はですね、だいたい 10% ぐらいですね、だったんですけども、その手数料やらなんやらが結構入ってくるんですよ、金利以外に。そうするとなんやかんや結局15から 18% ぐらいの金利だったと思います。これね、多分銀行から借りれないだろうと思ってだいぶ足元見られたと思いますよ。でも仕方ないからね、他にチョイスがないんで、もうそこから借りてですね、もうとにかくそのお客さんの要望に応えるのに必死。もうめちゃめちゃ金利払ったと思いますね。そうトントンで売っちゃうこともよくあったっすよ。結局その中古車ってその在庫期間が長くなってくると相場もやっぱりね下がってくるんですね。上がることってのはあんまりなくって、車の場合は基本的には下がっていくものですとね。在庫期間中もこれ金利払わなきゃいけないので、金利払ってるし、相場も下がるしっていうね、ダブルパンチなんですけども、それだったらもう今目の前のね、お客さんに売ってしまった方がいいっていう風にね、その判断することっていうのがよくあるんですね、これね。で、中古車販売って算数みたいにこうすればこうなんていうセオリーは全然なくってですね、そのタイミングとか運とかそういうものなんか結構あります。で、巷ではその利益率 20% にしてとかね、ビジネス本にはよく書いてありますけども、企業時ってそんなこと言ってらんないことがやっぱりね多々あるんですね。例えばそのお客さんの希望でもうここは譲れないっていうね、そのポイントがあったりとかするんですけども、もうこれっていうね、お客さんの希望にかなったような車を探すことってどうしてもねあるんです。いつもその車が出てくるなんていうのはわからない。これ完全にタイミングですね。つまりその運ですね。で、そんなこんなでやっぱりその当時トントンでね売らなきゃいけなかったお客さんっていうのは実は数名いまして、でただね、そういったお客さんも未だに車のメンテナンスとか整備で持ってきてくれるんで、非常にねその長い付き合いができているので、あれはあれでね良い決断だったかなとは今思えば思ってるわけですと。そんなこんなでですね、3年間無事になんとか経ってですね、でようやく銀行で融資を受けることができたんですね。だから今から7年ぐらい前の、話になりますと。でそれでもですね、その大手の銀行はダメ、通んなかったです、結局3年間経っても。でそれでも仕方なくですね、そのマイナーな地方銀行に行って口利きできる人がねたまたまちょっといて、紹介してもらったんですけども、うまく、組むことができたんですね。それでも5万ドルだったですね。5万ドルってだから当時500万円ぐらいが、借りれて、で金利としては 6% ぐらい。これ日本だったらそんな金利ないっすよね、普通ね。日本だったら日本政策金融公庫っていうんですかね、ああいうところでその起業のための資金とか借りれると思うんですけども、確かそんなに金利高くなかったと思うんですけど、アメリカってね、銀行の融資でも 6% とかですよ、本当に。でとにかくそことのね銀行と付き合いが始まって、借りて返して借りて返してっていうのは繰り返してきたんですね。でだんだん信用がついてきてと。なんでアメリカでは
その信用ができるまでが本当に大変で、多くの人がやっぱりここでね挫折しちゃうんですね。諦めちゃうんですよ。というわけで、今日はですねアメリカ企業における銀行融資の難しさについてですね実体験をもとに話してきました。では失礼いたします。